タモリ流生姜焼きレシピ完全版。料理好きのタレントといえばタモリさん。料理の腕はかなりのものと噂されています。彼が作る生姜焼きを一度食べてみたいとなるのは当然です。簡単なのに全然違う、そんなタモリ流生姜焼きレシピ、それでは行ってみましょう。まずは生姜焼きのタレを作っていきます。ボウルに醤油大さじ1と1/2を入れます。次にみりん大さじ1を加えます。料理酒大さじ1/2。砂糖小さじ1/2。とりあえずここで一旦かき混ぜます。砂糖が溶けるまで混ぜてください。この小さい泡立て器みたいなやつがあると便利です。生姜をおろしていきます。チューブの生姜は使いません。表面を軽く水で洗った生姜を皮ごとおろします。チューブの生姜とおろしたての生姜では全然違います。ここは面倒でもやってください。あと皮付きのままでおろすと香りが強くなります。皮を剥かずにそのままで大丈夫です。生姜は 15g おろします。だいたい生姜1個の半分弱くらいかな。ちなみに今映ってる生姜1個は 42g です。生姜 15g は結構な量です。あともっと大きいおろし器を使った方が早くて楽です。ここまでおろすのに5分は生姜と戦いました。結構つらかったです。君は大きいおろし器を使いなよ。15g はこのくらいの量です。先ほどの調味料におろした生姜 15g を加えて混ぜます。これで生姜焼きのタレができました。玉ねぎは半分を使います。タモリさん曰く生姜焼きは半分は玉ねぎを食べる料理とのことです。芯を取り除き皮を剥いて可能な限り薄くスライスします。この時スライサーを使ってもいいです。私は今回包丁でやりました。重要なのは薄くなるべく薄く切りましょう。もっと薄くスライスできた気がしますね。ここ超重要なので頑張ってください。つけるくらいの薄さに切りましょう。次に豚肉に小麦粉をまぶしていきます。袋に小麦粉と豚肉を入れて混ぜる方法でも大丈夫です。私はまな板にラップを敷いてやります。豚肉は生姜焼き用ロース3枚を使います。小麦粉を多めにまぶして後でカーネル・サンダースみたいにポンポン余計な粉を落としましょう。フライパンを中火で熱しすぐに豚肉を置きます。油を敷かずに焼くのがタモリ流。しかも肉はタレに漬け込まずに焼きます。タモリさん曰く薄い肉にタレをつけると硬くなるのでつけない方が良いとのことです。ピンク色から白くなったらひっくり返し両面を焼きます。玉ねぎを入れます。この玉ねぎを入れたらすぐに生姜焼きのタレを入れます。ここで玉ねぎが薄くスライスされてないと火が通らないというわけです。私は薄く玉ねぎを切れなかったので玉ねぎを炒めてからタレを入れることにしました。でもタモリ流では玉ねぎを炒めることはありませんので注意です。タレを入れて混ぜましょう。タレがなくなる手前まで炒めます。お皿に移してタモリ流生姜焼きの完成です。
タモリ流生姜焼き、お味の方はというと、豚肉から食べてみましょう。美味しい。小麦粉がすごくいい仕事をしています。タレがよく絡んでいます。食感もいいです。まず食べて思ったのは、これ嫌いな日本人いねえぞということですね。油を使ってないせいか癖がありません。誰でも食べやすい味になっているということです。タモリさんの持ちネタから考えるとマニアックな思考性ではないことに驚きです。玉ねぎを食べてみましょう。美味しい。食べて思ったのは、薄ければ薄いほど良いと思いました。あと玉ねぎの量は多めかなと思いますが、半分は玉ねぎを食べる料理ということで、玉ねぎが多めなのもいい感じと思います。それと玉ねぎにはお肉を柔らかくする酵素がありますが、少し多めの玉ねぎがこの生姜焼きのクオリティを高めているに違いないと思いました。あとはやはり生姜の香りの強さですね。チューブの生姜では再現できない新鮮さと、皮ごとおろすことで強めの風味が効いています。しかし多めの玉ねぎによる甘さとすごく合っていて、火の打ちどころがない料理というのが一番の感想です。肉をタレに漬け込まないところや、油を敷かないところ、玉ねぎを炒めずにタレを入れるところなど、調理も簡略化されており、ポイントだけ押さえてクオリティを高めることに徹している素晴らしいレシピだと思いました。欠点が何も見つからない。洗練されていて誰もが納得できるタモリ流生姜焼き、マジでおすすめします。ここでタモリ流生姜焼きのポイントをまとめます。生姜は皮ごとおろす。香りが強くなります。豚肉に小麦粉をまぶす。タレがよく絡みます。玉ねぎを薄くスライス。炒める手間が省けます。油を敷かずに炒める。油っぽくなりません。豚肉はタレにつけない。肉が硬くなります。生姜焼きは半分は玉ねぎを食べる料理。名言ですね。いかがでしたか？常識にとらわれないタモリ流生姜焼き。さすがタモリさんという感じです。あなたも試してみてくれるかな？また会いましょう。